皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第8回目、その前半です。テーマは EU 生みの母青山美津子です。後半は隣人愛を貫いた生涯です。 EU の生みの親と言われるのがオーストリアのリハード・クーデンホフ・カレルギー伯爵です。彼のお母さんは日本人でした。青山美津子という人です。彼女の強い影響を受けて息子カレルギー伯爵は EU の構想を思いついたといいます。それで彼女は EU の母とも言われているのです。前半の続きです。やがて大正3年1914年、第一次世界大戦が始まりました。オーストリア・ハンガリー帝国と日本という彼女の2つの祖国が互いに敵国として戦うことになってしまったのです。美津子の長男と三男も兵士として戦場に出て行きました。にもかかわらず敵国出身の美津子には人々から黄色い猿めとの罵声が飛びました。他の日本人は皆慌てて別の国に行ってしまいました。しかし美津子は歯を食いしばって耐えたのです。彼女は人々のヒステリックな対応を自分の振る舞いで和らげ打ち消していきました。彼女には人々との共栄の心、共生の心が根付いていたのです。それはもとより日本にいた時に培われたものでした。美津子は3人の娘と共に赤十字の奉仕に出ました。第一次世界大戦の主戦場はヨーロッパです。足掛け5年、5人に1人は死ぬか致命傷に近い重傷を負ったので1300万人にも及びます。軽傷者は3人に1人、2200万人にも及びました。赤十字の働きはこの悲惨な状況下で大いに助けとなりました。敵味方にかかわらず苦しむ人々のために働いたのです。彼女はまさに良きサマリオ人となりました。赤十字の精神は良きサマリア人、つまり良き隣人愛です。たとえ周囲が良き隣人になってくれなくても自分は良き隣人になろうとする心を決して失わなかったのです。彼女は共栄、共に栄えるとの心に生きたのです。美津子は前線の兵士が飢えていると聞くと城の庭に畑を作りました。広い邸内の森林を切り倒し、芝生と一緒に開墾し、近所の百姓と共に大量のじゃがいもを収穫しました。それを袋詰めにして列車に積み込み、奪われないように自分が断走して見張りながら無事最前線に届きました。美津子のじゃがいも作りは終戦まで続けられ、兵士だけでなく市民も救ったのです。食糧難の折、新鮮な野菜に飢えている前線の兵士たちの命の糧となり、また労をいといませんでした。貴族の婦人が誰も思いつくことなく、ましてや実行することなどありませんでした。こうしたことを通し、人々が美津子を見る目は変わっていきました。ある戦地で苦戦が続いていると聞くと、勇敢にも現地慰問を実行しました。最前線まで足を運び、疲れ切った兵士たちを励ましました。兵士たちは美津子の姿を見ると喜び、勇気を振り起こしたと言います。彼女を罵る者はもういなくなりました。彼女の存在はヨーロッパで一筋の光となったのです。本当の平和、本当の共存共栄は
民族を超え、敵味方を超えた彼女のような心にあるのではないか。人々はそう思うようになったのです。美智子は大東亜戦争が始まる数ヶ月前の昭和16年、1941年8月に67歳でこの世を去りました。しかし彼女の輝いた姿はヨーロッパの人々の心から消えることはなかったのです。彼女は晩年にヨーロッパ統合の母と呼ばれました。とりわけ彼女から深い影響を受けたのが彼女の子供たちでした。特にヨーロッパ統合運動を始めたリハルトです。彼は、母がいなかったら私は決してヨーロッパ統合運動を始めることはなかったでしょうと語りました。一人の人間のうちにあった共栄の心がやがてヨーロッパ統合運動としてそこに平和と連帯と繁栄をもたらしていったのです。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは隣人愛でした。聖書の一節をご紹介いたします。世界的に有名なこの良きサマリア人の例えば多くの示唆に富んでいます。これは赤十字の精神でもあります。画面の色を変えた文字のところにポイントがあります。お読みします。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに居合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄ってきずにオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。新約聖書ルカの福音書10章30節。簡単に説明させていただきます。1番目、普段尊敬されていた祭司やレビ人が誰も見ていない時に取った行動が普段口にすることとは逆であった。心の動機を問うものです。2番目、気づいた人に関わろうとせず反対側を通っていった。関わるとはそばにいることです。3番、人種の差別を超える大切さ。ユダヤ人とサマリア人は犬猿の中でした。敵対する民族の壁を越える大切さ。サマリア人という名前さえ口にしたくない差別意識。憐れみをかけてやった人と彼は言いました。第4に、イエスの例えはそんな偏狭な心を乗り越えるように諭しています。真の平和がここにあると。それではお知らせです。字幕を見ることができるようにしていますので、必要な方は操作をしていただいたらと思います。次回第9回目11月7日毎週土曜日です。テーマは EU の生みの親青山栄次郎です。よろしければチャンネル登録ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。